朝から相場がざわついているのだ。原油も円も一気に動く気配なのだ。うわ、空気が重めじゃん。朝一でこれだとなんか落ち着かないよね。でも流れがつながっているからこそ面白いのよ。まずは原油から見ましょう。まずは原油なのだ。ニューヨーク原油市場で WTI が一時107ドル台まで上がって3週間ぶりの高い水準になったのだ。107ドル台ってじわじわじゃなくて一気に来た感じじゃん。 WTI って原油の目安みたいなやつだよね。そうよ、世界でよく見られる基準の一つね。今は協議が止まり気味だから先が読みにくいわ。協議が進まないと通り道のホルムズ海峡の心配まで大きくなるのだ。海の道が詰まるとガソリン代とかにもじわっと響くじゃん。うちらの移動費まで地味に痛いよね。市場は早く落ち着くはずにかけていたのに、その期待が外れつつあるのが嫌な流れよ。ブレントも一時119ドル台まで上がったのだ。こっちも上値が重いどころかむしろ天井を押し上げた感じなのだ。トランプ氏ももうおじんよしでいるのはやめるなんて強い投稿をしていたわ。空気をさらに張り詰めさせた形ね。メタン先輩、今の言い方ちょっとかっこよすぎじゃん。アーシはニュースより先にセリフ持ってかれた気分。今のは少しだけ決まった気がしたわ。悔しいけどそこは認めるわね。イラン側も違法な海上封鎖が続くなら懲罰的な対応が必要と牽制しているのだ。かなり張り合っているのだ。みんなも海が詰まるだけで値段が変わるのって気になるよね。一つの通り道でここまで動くの意外じゃん。そこが原油の怖さね。止まるかどうかで世界中の値札が落ち着かなくなるのよ。次は円相場なのだ。ニューヨーク外為市場で一時1ドル160円台まで円安が進んだのだ。ニューヨーク外為市場って外国のお金を売り買いするところだよね。160円台って今月7日以来じゃん。ドルを買う動きが強まったのね。有事の時に強い通貨へ逃げるって見方が働いたみたいよ。イラン情勢の長期化が意識されて船の封鎖措置の話まで重なったのだ。為替って原油と同じで遠い話に見えて生活に直撃じゃん。海外の買い物とか旅行の感覚も変わるよね。輸入品は値段に反映されやすいし燃料のコストにもつながるわ。円を売ってドルを買う流れが出たってことなのだ。円が弱いというよりドルに人が集まった形なのだ。お金の避難先みたいな感じじゃん。みんな一斉に同じ方向へ走ると相場が荒れるんだね。そうね。しかも今回は原油高とセットだから円だけの話で終わらないのがややこしいわ。原油が高いとエネルギー代にも響くし円安だと輸入の負担も増えやすいのだ。じゃあ家計の視点だと二重でじわじわ来るやつじゃん。ちょっと怖いよね。そういうこと。静かに見えて財布にはかなり効く組み合わせよ。160円台って聞くとちょっと遠い数字に見えるけど身近なものほどすぐ動くのだ。例えば輸入の材料が上がると普段の買い物にも広がるよね。通貨って地味に重要じゃん。だからただの為替で片付けると危ないわ。気づいたら負担が増えていることがあるもの。次は FRB の判断なのだ。利下げを止めた理由もここにつながってくるのだ。 FRB は今回も利下げを見送ったのだ。3会合連続で政策金利は 3.5% から 3.75% の幅のままなのだ。 FRB ってアメリカの中央銀行みたいなところだよね。そこで3回続けて動かさないの結構強いメッセージじゃん。そうよ。景気は堅調でも物価が落ち着いていないとすぐには下げにくいのね。声明ではエネルギー価格の上昇がインフレ率を押し上げたとも見ていたのだ。原油と為替の話がそのままここに繋がってる感じじゃん。ニュースが一本の糸みたいに繋がるの面白いね。中東情勢が見通しを不透明にするとも言っていて先を読みにくいのが厄介よ。ECE って言葉も出ていたのだ。個人が実際に買うものの値動きを見る指標の一つなのだ。なるほど。家計に近い数字が上がると余計にまだ下げられないってなるんだね。その通りよ。3月の消費者物価指数も1年10ヶ月ぶりの高い伸びだったからなおさら慎重になるわ。インフレが再加速するかもって FRB が警戒しているのだ。
給料日まで待てない値上がりラッシュはきついじゃん。あーし、そういうの一番へこむかも。わかるわ。財布だけじゃなくて、気分まで削られるのよね。しかもパウエル議長の今回が最後の会合になる見通しなのだ。次に指名されているケビン、欧州氏への受け渡しも気になるのだ。みんなも、次の会見でどこを言うか気になるよね。利下げの時期のヒントが出るか、そこ注目じゃん。金利は動かなくても、言葉一つで市場は揺れることがあるわ。だから会見では、イラン情勢と次の議長への引き継ぎ、その両方を見ておきたいのだ。最後に、今の話につながる小ネタを一つ話すわ。金融。ってただのお金持ちの話じゃないのよ。お金持ちじゃなくても関係あるのだ。お金の余っているところから足りないところへ回す流れ、つまりお金を融通することも含むの。資金の通り道みたいな感じじゃん。そう、個人、企業、公共みたいにいろんなところで起きていて、経済の流れを支えているのよ。だから原油、為替、金利が一緒に揺れると、全部つながって見えるのだ。その感覚があると、今日のニュースも少し追いやすくなるわね。今日はつながりが見える回だったね。概要欄にリンクもあるから、気になったところをもう一回見てみて。流れで見ると理解しやすいものね。高評価も残してくれたら、私は少し嬉しいわ。僕も次回、また気になる流れを持ってくるのだ。また見てねなのだ。じゃあまたね。無理せず、ゆるっと見に来てね。